モラルです。今回は初心者あるある12点ということでね、初心者がやりがちな12のことをね、ダメな理由とともにお伝えしていこうと思います。全部で12個あって、走り方編、マルチ編、イベント編のね、3つに分けてお伝えするんですけど、走り方編は1つ目ジャンプ台をパーフェクトニトロで飛ぶ、2つ目何もないところでスピンする、3つ目切り返ししない、4つ目がジャンプ台より青ニトロ優先、5つ目が無駄にショートカットしてコースアウトしてしまう、6つ目がクラッシュの防衛ステージを真面目に走らないの6つで、マルチ編は1つ目がわざと弱い車で戦う、2つ目が待ち時間が長すぎてリタイアしてしまう、3つ目が相手が強すぎてリタイアの3つですね。で、イベント編は1つ目がクレジットランをやらない、2つ目が週1で来るクラス C から S のイベントをやらない、3つ目が B ステップスのカーハントをやらないの3つです。初心者の人はもちろん中級者の人も知らずにやってしまってたことがあるかもしれませんので、今回も実際にやってご覧ください。このチャンネルで今回では皆様の役に立つ情報とか皆様のケースにお答えしたりする動画を投稿していきますので、見逃したくないよという方はぜひチャンネル登録と追設定お願いします。本編に入る前に視聴者の皆さんにお知らせです。これまでの動画のコメントでメモを貼ると大変してみたいとか、一度動画に出てみたいといったコメントを載せていただいてて、どうしたら視聴者さんの要望に添えるかずっと考えてたんですけど、私ね、俺のプチャで希望者をノッチ見たら13人からやりたいという声をもらったので、チャンネルの中で動画やってみたいなっていう方が見えましたら、ぜひ参加してもらえたら嬉しいです。参加条件は次の6つです。1つ目はレベル18以上の方、2つ目がグラスプ、ピーチャチ、スパイダー、ライカのいずれかを星マックスで所持していること、2つ目はレーザー2周で1レースのみの一発勝負でやり直しなしです。4つ目が撮影日時等の連絡のため俺の点参加できる方、5つ目は連絡しても返信がない、撮影できないのでプレスできる方、5つ目がプレイヤー名やプレイヤー ID を公表しても全然問題ないよって方の以上の6つです。参加希望の方は動画の概要欄にある URL か LINE のチャットで貼ると検索してオープンチャットに参加後、撮影希望日時と動画で撮影する時の名前があれで車とコース以上4点トークでご連絡ください。よろしくお願いします。ということで早速やっていくんですけど、コースはこちらのスコットランドの読み方はよくわからないんですけど、こちらのコースでやっていきたいと思います。なんでこのコースかっていうとね、これが初心者の頃にめちゃくちゃ走ってたコースだからです。まずね、走り方編からやっていきます。使う車は初期車、前もできます。早速やっていくわけですけれども、走り方編は全部で6つあります。でね、順番に解説していきたいと思います。その動きをやったら一回止めて、そこでね、なんでダメかっていう理由もね、しっかり解説していきたいと思います。で、まず一つ目、こういうジャンプ台をこうやってパーフェクトニトロで飛ぶ。これね、昔僕もやってたことなんですけど、なんでダメかっていうと、ニトロとかショックウェーブとかで飛ぶよりめちゃくちゃね減速してしまって、最初の方はねそんなショックウェーブなんて絶対無理なので赤ニトロで飛ぶことをお勧めするんですけど、パーフェクトニトロで飛ぶのはなんか減速するっていうことで、僕もね YouTube 始めてどんぐらいかわかんないですけど、ライブ配信の時に四つ葉から教えてもらったことになります。実際俺もやってみて赤ニトロで飛ぶようには努力したんですけど、やっぱそっちの方がねだいぶタイム縮まったなっていう実感もあるんで、絶対ねこれはやめてほしいところですね。次が何もないところでスピン、ニトロを貯めるためにこうやってスピンしがちなんですよ。これダメね、絶対本当に。なんでかっていうと、めちゃくちゃ減速するんですよ、これ。だから、ニトロを貯めるんであれば、後でやるんですけど、直取りっていうやつをやるといいかなと思いますね。あれ絶対ね、やめた方がいいです。ノック出したくもない相手、ノック出しちゃったりとかもあるし、一番ダメなのはやっぱり減速することですかね。で、次ね、ジャンプで飛んだ後に切り返しをしない。こういうやつですね、切り返しっていうのは。なんでこれやらないといけないかっていうのは、ジャンプ台ってやっぱり空中での速度があるので、そちらの速度を地上でもできるだけ長く保つっていう、そういうやつになります。ちょっとやり方に関してはだいぶ難しいんですけど、僕がやってるのは ZL ボタンと X のボタンを交互に押すっていうところですね。こうやって、こういう感じですね。ZR、X、ZR、X みたいな、こういう感じでやるやつですね。次はジャンプ台より青ニトロ優先ということなんですけど、こういう場合ですね、今ちょっと映ってないんですけど、右側にジャンプ台があったと思うんですけど、それよりも今見えてる青ニトロボトル、こっちを優先してしまうってことですね。これちょっとね、どうしようもないところがあるんですけど、一番わかりやすいのは、このコースで言えばここかなっていう感じですね。バレル台と青ニトロボトルが横に並んでいるコースもあるんですけど、ちょっとそれを見つけるのはさすがに大変だったので、その場合、青ニトロボトルの方に行ってしまうと。これなんでダメかっていうとね、もちろんジャンプ台の方がニトロ溜まるし、速度がつくんですよ。金ニトロボトルはバレル台だったら別にどっち優先してもらっても大丈夫です。同じぐらいなんで。一番ね、青ニトロボトルのやつ説明つくのがここですね。青ニトロボトルがないんですけど、バレルの横に青ニトロボトルがあると思ってください。ここで青ニトロボトルにこうやって突進してしまうと。これね、絶対ダメね。絶対バレルロールの方がニトロ溜まるから。次ね、無駄にショートカットしようとしてコースアウトする。これまあみんなよくやりがちかなと思うんですけど、俺が昔よくやってたのは、こうやってやって、こうやって、ここでこうやってしてなんか逆走して遊んでたんですけど、こういうことね、遊ぶのはね、やめましょう。絶対こうやってやるので。一番わかりやすいところはね、また後でやります。ショートカットしようとしてたのは、ここです。ここをこうやって行って、
いけーってやってたんですけど、こうなります。絶対。クラッシュとかコースアウトします。誰やめましょうね。こうやってやってたんですけど、透明の壁ありますんで、もちろん。本当にこれは一番ダメです。次、4つ目なんですけども、フラッシュっていうイベントがあるんですけど、それでこのようにね、行きコンサートしろみたいな感じでこうやって遊ぶっていうことをよくやってたんですけど、なんでダメかっていうとね、クラブの人にね、迷惑かけるので、タイムめっちゃ遅くなるので、で、他の人が防衛することができなくなってしまうので、これはね、絶対にやめましょう。ということで、走り方編は以上です。というわけで、次はマルチ編ということで3つあります。まず一つ目はわざと弱い車で戦う。これでも初心者の時俺よくやってましたね。例えば今僕918使えるんですけど、初心者さんとか一番強い車がどうだろうな、センテナリオとかだったとします。なのに、それを使えるのにもかかわらず、ラインを使って戦ってしまうとか。でこれね、遊びとしてよくやってたんですけど、絶対ね、レート下がるのは当たり前なんで、初心者さんは進めなきゃいけないんで、絶対ね、やめてください。どうなるかをね、今からレートは下がると思うんですけど、やっていきたいと思います。いくらね、走りが上手くても、これは負けるからね、ブラストとかいっぱいあるし。で、加速見てこれ。ね。加速60ってこの感じよ、本当に。遅すぎるやろっていうことなんですけど。で、絶対この負けるに決まってるんですよ。絶対ダメね、これね。次ね、1時間が長すぎてリタイアっていうことなんですけど、どういうことかっていうと、他のプレイヤーを待っていますっていう画面で1分ぐらい待つことがあるんですけど、そこで、もうロード長い、無理って言ってリタイアしてしまうと。こういうところです。ここで、もうダメだ、長すぎるっつってリタイアしてしまうと、またレート下がっちゃいます。一番嫌なのは、レートも上がらないし、マイルストーンももらえないのに、燃料減っちゃうっていうことです。車の燃料が減っちゃうんで、ちょっとここは気をつけてほしいところですね。次ね、こうやって、弱い車しか持ってないっつって、こうやって相手が強すぎて、もうダメだ、リタイアしようってこうやってリタイアしてしまうとかね。これもダメです。絶対。なんでかっていうとね、これでも最悪の場合、レート下がっちゃいます。というわけで次はイベント編ということでね、これも全部で3つあります。まず一つ目がクレジットランっていう毎日来るイベントがあるんですけど、僕の場合ね、誰で何からかはわかんないんですけど、自動クリアっていうのがあるんですけど、これね、初心者さんとかだと自分で走って、こうやってね、めちゃくちゃクレジットがもらえるやつで、もうこれやらないとね、全くクレジット溜まっていかないのでね、自動クリアっていう機能がない方は絶対これやった方がいいと思います。自動クリアになってからも、もうめんどくさいから獲得しやんはあかん。絶対クレジットってアップグレードとかすると一気に減っちゃう。これは初心者から上級者さんね、全員自動クリアやってるし、一回ね、なかったことがあるんですよ、このイベントが。どんぐらいもらえるかなんですけど、めちゃくちゃこうやってもらえるんですよ。これ車が強かったらの場合なんですけど、どういうことかっていうと、星2、3、4、5とあるんですけど、多分初心者さんだと4ぐらいかな。だから9万5000までかしかもらえないのかなと思います。これ毎日来るのでね、こうやって星に分けられてます。星4とか星3とか、こういう風にね、分けられてるので、自分が星5の車があれば、星5の車で走った方がたくさんのクレジットがもらえると。本当にね、これは絶対やった方がいいですね。とにかくね、お金は尽きちゃうと困るので。2つ目は1週間に1回来るクラス E から S のイベントが月曜日から金曜日にあるんですけど、これ撮影してるのが日曜日なんでないんですけど、今オープンクラスカップっていうのとデラックスプラスパックっていうのが代わりに来てて、これもね絶対やった方がいいですし、週1で来る D から S のやつもやった方がいいです。次3つ目はビースト X のカーハンをやらない。これどういうことかっていうと、水曜日にビースト X っていう車のカーハンとか来るんですよ。まず見てもらおうか、ビースト X どういう車か。これね、なんで持ってた方がいいかっていうのは、裏缶のザーウェイに必要なんですよ、こいつが。俺これしばらくやってなかったです。なのでね、もう初心者の皆さん絶対このカーハン毎週水曜日来てめっちゃ排出率もいいので絶対やりましょう。ちょうど今裏缶のスタウェイ来てるんで、裏缶のスタウェイに使われる車たちをちょっと見てもらいましょう。ずっと俺スタウェイできんかったから、ビースト X がなかったせいでこの裏缶のスタウェイ一回もやったことなくって、今この撮影してる時が初なんですよ、裏缶のスタウェイ。他の車はさっき言った週1で来るプラス D から S のやつで全部獲得できるので、ステレオに関しては初心者さんは確かにデイリー目標かなをクリアしていけば1日5枚ずつもらえるんで、本当にビースト X だけちょっと獲得が難しいんですよ。これね、もう俺本当にずっとやりたかったんですよ。けどできなかったっていう。これね、1台でも車がないとできないから。星1にしたから、裏側アンロックできたらイエーイとかじゃなくて、星4まで上げれるので、せめて星4まで、星マックスなんですけど、まではね、ビースト X 持ってた方がいいかなと思います。今回はね、初心者あるある12戦ということで、初心者がやりがちな12のことを、ダメな理由とともに解説しました。少し前に出した1年前の走りと比較した動画を見てもらったらよくわかるんですけど、俺は1年前は、ね、課題を全部パーフェクトで飛んでたし、切り返しは全くしてなかったし、しかもクラッシュの防衛ステージにだってスタート取りながら走ってたので、今もとも何やってんねんって感じなんですけど、本当にね、今でも後悔してるのが BSX のパーハンをめんどくさいからってやってなかったことなんで、まだ始めたばっかの人とか、俺まだやってないわっていう人は、裏側のスタイルでになるので、マジで絶対やってください。次回は初心者向け最短ロードマップということで、とりあえずこれだけやれば OK という、ね、内容について解説していこうと思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と追跡してみてください。それじゃ、バイバイ。